こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は絵が上手くなる模写のやり方実践編パート1というテーマでお話ししていきたいと思います。絵が上手くなるための効果的な練習方法としてまず挙げられるのが模写だと思うんですけど、一言で模写をすると言ってもどのように書き進めていったらいいのかわからないで悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで前回圧倒的に模写が上手くなる2つのコツという動画で模写をするときに重要な2つのテクニックについてお話しさせていただきましたが、今回はその実践編ということで実際にどのように模写をしていけばうまく描けるようになるのかについて僕が練習としてやっている模写のやり方を解説付きでお届けしていきたいと思います。そもそもなんですけど、模写には大きく分けて2種類あると僕は思っていて、一つは実際にあるものや写真を題材にするパターン。そしてもう一つは上手い人の絵を題材に真似して描くパターンとなります。実際にあるものや写真を描く場合は、ものをよく観察してそのまま紙の上に再現することを目的としますので、観察力や形を取る力が養われるんですよね。そしてもう一つの上手い人の絵を真似して描く場合、その絵ならではの表現力を身につけることができると思います。早く絵が上手くなりたい場合、両方の模写をバランスよくやるのが良いかと思いますが、まだ物の形をうまく取ることができない初心者の人の場合、まずは写真模写で観察力や形を取るといった基本的な技術を身につけていってほしいと思っていますので、今回の動画では写真模写のやり方について解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を見ていただくことによって観察力や形を取る力をつけるための模写が圧倒的に上手くなる重要な2つのテクニックを実際にどのように使って絵を描いていくのかが分かっていただけると思いますので、模写を練習として取り入れたいけどどうやって描き進めていけばいいのか分からずに悩んでいる方、絵が上手くなるための練習方法を知りたい方はぜひ最後までご覧ください。パート1のこちらの動画ではネガティブスペースを使った模写のやり方を、パート2の動画ではグリッドを使った模写のやり方を解説していきたいと思いますので、絵がうまく描けるようになりたいと思っている方はぜひ次回の動画も合わせてご覧ください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分もあるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。まあざっくりとした流れ見てみましょう。頭がここにあると。体の流れがこうなっている。肩がこう傾いている。で、手がこの辺にあって、肘がこの辺にありそうですね。これ頭こうなって。で、反対の手がここにある。頭に対して。手首がこっちに入っていて。肘がこの辺に来そうですね。体がこう膨らんで見えるけど、だいぶダボっとした服を着てるんで、で、お尻の立体がここにあると。で、ここから足が生えていて、お尻のところにかかとが来そうな感じですね。で、膝自体はちょうど手のラインと揃ってそうですね。で、下の足の流れがこうあって、で、このつま先のちょうど真下ぐらいにかかとが来そうですね。つま先のこの辺に膝がなりそうです。まあこんな感じで、これを元にちょっと書いていきましょう。まあ一応この軸に合わせてこういう服装をいきなりちょっと書いていっちゃいますけど、こういうのを書くときにね、大事なのはここのネガティブの形、ネガティブスペースっていうんですけど、この空白の部分をつないだときにこういった部分の形がどうなっているのかっていうところをこの形見てあげると書きやすいと思うんですね。この形が手の先からさ、こうなってこうなって、まあこういう感じでつながってるわけじゃないですか。そこを意識して顔の横だったらこのスペースがどんなものかなっていう、そうするとなんとなく描けるんじゃないでしょう。これ1、2、3ってなってましたね。画数があるその絵のどのカーブで、漢字だってさ、ひらがなだってそうですけど、一画でどこまで描くかっていうのは基本的には決まってんじゃないですか。何画でその絵が描けるのか、どっからどこまでを一画で描くのか意識して描いてってあげるとそれっぽくなるよっていう。このウエストがここにあってこうなってですね、なんとなくね、でこうなってこうなってですかね。なかなか変わったお洋服でございます。で、ここの、お尻の部分がこうねなっていて、ここもそうですね、かかとがここにこう入り込んで靴があって、ここに足首があって、ちょっ
と足短く見える気もするけど、まあいいでしょう。で、シワも最初からいきなりいろいろ描かない。もうまっすぐつないじゃん。で、後で必要であれば書き足してあげてもいいと思う。でもまあ書かなくてもいいと思う。で、ここもこう三角形が開いてる。まずかかとの位置決めちゃいましょう。この辺に来て、足がここの角度がこうじゃなくてもっとこっちに向いてそうですね。大きな山がここに1、2、この2つだけ拾ってあげる。で、こっちも、まあ、ここはこうなって、まあここだけでいいでしょう。ということでございます。その後からシワを描きたければ中身を描き足すというのもまあ一つの手としてね、いきなり全部描かない。この中身を後から書き足してあげた方が全体のバランスは良くなると思います。まずシルエットの形、ネガティブスペースなんていうのを気にして、そこから書くとね、書きやすいんじゃないでしょうか。結構腕の圧縮がかかっているポーズになってきますけど、どうでしょうか。やることは変わんないですけど、位置関係ね、腕の長さとか気にしない、位置関係を気にしてあげる。頭があると体の流れがこうなって、で肩がこの辺にあります、腰がこの辺にあります。足がからこう来て、頭のちょうど真下ぐらいに足が来そうですね。反対の膝がこっちの膝のこの辺に来そうですね。こうつないであげる。じゃあ見えない、こっちの足の後ろ側。腕がこの肩の線からこう伸びて、腕の位置がこの辺になんとなくありそうです。この頭がここにあるんで、ここに銃が構えてそうですね。ここに手が来そうですね。で、肘がこの辺に来そうですね。で、つないであげればいいと。肩の位置、ここでしょ。肩の位置の真下よりも膝がはみ出てないといけないんで、この角度が悪かったってことがね、わかると思います。この角度がもっとこっちに来てほしいってことですね。こっちも足、この辺に来てほしい。これでちょっとやっていってみましょう。シルエットだけちょっと取っていきます。下書きの段階で。こうぐっと開いて、こうなってで、ここのネガティブスペースの形がなんとなく悪そうだなって。もっと腕がこう来てそうですね。で、ここもこう開き、ネクタイがこうあって、こんな感じになっている。ここからここをつないだ線のこのネガティブスペース。ね。どうやら分かんなければ書いてみましょう。こう線でつないだ時にここの形ってさ、こうなってるわけじゃん。そうなってくると膝がこのくらいになりそう。この線こうつないだ時にこういう感じにスペースができそうだ。なんとなくこういう感じでスペースが取れそうな気はしますね。これをつないでみましょうか。スーのつないでね、この形。スーのつないで、なんとなくこういう形が取れそうだ。で、今度こっちもつないでみましょう。ここ帽子の線から一直線に線つないでみましょうか。スー。ここがネガティブスペースになるわけですね。帽子をかぶっている、ね、こんな形になっている。で、つないでね、ここ、ここ、ここ、ね、ここ、ここ、ここと、ちょっとここが角度があるからもっとこうですね。そんな感じで、見ていくといいというところ。こっち側も一緒ですけど、ね、スー、ね、手からつないでみましょうか。どうですか、ここのスペース、こんな形になっている。ね、つないでみましょう。この三角形がこんぐらいですね。三角形先に描いちゃいましょう。で、ここでこういうこの形を先に描いちゃう、ね、感じになって、ここの形がこうなって、こうなって、ここの角度こう、もうちょっとこっちで手がね、指先がなんていうふうにね確認するわけです。そしたらこれは大体合ってそうだということであれば、描いていく。ここもねこうなってるけど、こういうところを拾わなくてもいいかもしれない。まっすぐね、まず描いていく。でもね、お耳があるけど、耳もね、描かなくてもいいかもしれない。ひょっとしたら。一応描いてみる。これはあくまでざっくりとした形を取る練習であることなので、この輪郭がもっと内側だったかもしれないですね。ここ、顔の両線の部分ね。ここは輪郭がこっちになって、首のシルエットがこっちに出てるわけですからね。このこう繋いだ時にね、銃の位置がちょっと悪そうだな、なんていう気もしますけど。見ながら、で、この辺に肘があって、こうなって、伸びている。ジャケットがこう翻っている、ね、手がここにこうあって、ね、ここにこうなって、大きくこうシワが入り込んでいる。この辺の都合がちょっと悪そうなんで、ちょっと調整しますけど。で、銃の位置、もうちょっとこの辺だったかもしれない。で、こういうのももう
形あんま細かく考えない、四角で描いちゃう。でここに指がこうあって、まあシルエットでなんとなく描いていく。このジャケットね、こっち向きにこうなって、でこの辺に肘があるよって感じですかね。でこれ回り込みのラインがこう入っている。首のとこからスーッとそしてね、ここが狭くなりすぎてるんでちょっと幅を考えましょう。全く一緒じゃなくてもいい。ここで翻ってる。でこれがこっち向きじゃない、こっち向きに入ってる。まあ上から順番に書いてっちゃってますけど、本当はあんま良くないかもしれない。まあなんとなくこんな感じで入ってるということで、この線がもっとこっちでしたね。このジャケットの内側の線、こことの流れがこの辺でしたね。全然長さが違っちゃいましたね。でもこうなっているですかね。ベルトがここにあるんだけど、でここに腰があって、足の曲げてるところにできる曲げじわがここに入ってくる。股の中心の線ですね。でここから見直しながらね描いてみる。本当に合ってるのかなって。でシルエット感的にはなんか合ってそうな感じもあるんだけど、描いてみるとね辻褄が合わないことも多々ある。まあなんとなくこんな感じで、できていると。でここで足をつないであげて、内側のラインは後から徐々に情報量を書き込んでいく方が多分整合性は取れるんじゃないでしょうか。僕もねこういうの書くの苦手だったんです。今でもそんな得意ではない。見ながら真似して書くっていうのはさ、でもまあこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。あんまこの辺の細かいシワをね書き込みすぎない方がいいですよ。情報として分かる量、適正な量っていうのが多分あると思うんですよ。どこまで書き込むのがその適正なのか適切なのかなんつうところもねとは思うんですけど、あんま書き込みすぎてもなっていうことでざっくり書いてみましたと。まあ細かいところはそこまで気にしなくてもいいとっていうことで、じゃあもう一人だけ書いてみましょうか。この場合紙に見切れてるんでね、もうこのスペース見てあげてもいいかもしれないですけど、こういうスペースですね。こういうスペースの形がだからどうなってんのかっていう、こういうスペースですよねという部分を見てあげてもいいのかもしれないですけどね。この横に線引いた時にスペースがどうなってるのかみたいなところですけど、とはいえですね、やっぱり7話内ってやっぱジェスチャー、体の流れから書いていくのが、まあ、セオリーだと思います。いきなり表面的な形を追うっていうよりは、まずはやっぱどうなってんのか、肘この辺かな、肩この辺かな、体の流れはこうなってるかな、上半身胸郭骨盤がある、この肘に対して反対の肘この辺で腕の長さこんぐらいかなとかさ、頭の真下ちょうど手首ぐらいが来そうですね。頭の真下のね、この辺に手首が来そうかなとかさ、ではその手首に対して足がこの辺でしょ、反対の手がこの辺に来そうかな、だから腕の角度がこうですね。で肘の位置に対して膝がこの辺に来そうですね。で足の角度こっちに曲がっている。この手のね、ここでネガティブスペースがなんとなく生きてくる。この辺にありそうだな。でこの辺の三角形こんな形になってそうだなとかさ、ここ腕のこの隙間がこう、まだこれざっくり段階なんでここでそんなスペース気にする必要もないんですけど、腰がもっとこれしてみると、じゃあ後ろに引いてんのかな、ここがね腰の塊が、それがこうここにこう足が入ってきて、肩がこの辺にあってこう来て、腕がこう来てそうですね、膝がこの辺に来そうですね。そうですね。でここでつながっていて、でここの足のラインこう揃えた時にさ、ね、この足がここで揃うわけですよね。でこうなっている。でこのスペースがこんな感じで空いているっていうのがね見えてくる。でここがほぼ垂直になっているね。でこんな感じになっているんじゃないかっていうのがね分かると思います。まあ、もっと上かもしれない。この辺ですかね。まあこの辺に耳がこうあってね、顎がこの辺に来てってことですよね。でここのスペースもこの胴体腕こうかで、ここの膝から足がつながってるんでしょ。でここで袖があってね、袖があってこうなって、でここに肘ねこうつながってるわけですね。っていう感じでね、つながりが見えてくるんじゃないでしょうか。まあ全体的にざっくりそんな感じで捉えるというところでございますと。これを元に線画を描いていきましょう。まあ頭、髪の毛はここではいらないです。あるとねそれにとらわれちゃうんで、顔の回り込みと正中線だけ描いておきましょう。まあ耳がこの辺にある、ちょっとずつ調整しながら
大きな部分だけとりあえず描いていく。いきなり細かい部分描かない。大きな流れを画数を意識して最初に言ったけど描いていくといいのかなっていう気はしますね。絵の画数っていう話はまあいろんな人が言ってるんでね、その辺の話って聞いたことあると思いますけど、やっぱ何画で描くのがいいのかっていう意識して描いてってあげるとそれっぽくなるよっていう。この隙間の形が微妙に取りにくいです。これは僕は今ほぼほぼ自分の下書きを信用して描いてますけど、ここが合わなさそうですね、靴のラインがね。だからつまり靴がでかいってことかな。ここからここのラインがこのぐらいでいいかっていう感じがしますね。まあシルエットで描いておきましょう。まあ今1回で描いてますけど、ちょっとここからのシルエットを追ってもいいんだけど、やっぱここセパレートしてるんで、やっぱここ分けて描きたいですね。で背中の流れ、縫製のラインはね気にしてあげていいと思います。ここまっすぐ描いちゃう。服の真ん中の線です。でここにあるこの腕の線をもうちょっとこっち側の方に、太もも、まあここもシワがシワシワってなってるんですけど、そういうのを一旦無視して、描いちゃいましょう。でつま先で背中のおのしはちょっと拾っちゃいますけど、でここの腕ももうちょっと袖長くてもよかったかね。ここはこっちでもいいのかもしれない。全体の流れを追いつつ形も意識して追っかける。なかなか難しいかもしれないですけど、追っかけられるといいのかもしれないですね。物の形とかマッスとかさ、ボリュームとか言ったりもしますけど、それと合わせてネガティブ、空白の部分、空間の部分も形を考えるっていうのが、デッサンの基本になってくると思います。いかがでしたでしょうか。今回は絵が上手くなる模写のやり方実践編パート1ということで、ネガティブスペースを使った模写のやり方について解説した動画をお届けしてみました。こちらも絵を描く時の一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。